旅行記者が紹介するウルトラベラー TV 観光情報へようこそ。戦国武将に人気の穴城、小諸城を歩く北国街道信州小諸をお届けします。浅間山の大噴火が作った天然の要塞、なるべくしてなった日本唯一の穴城を歩きます。それでは城内からご案内します。戦国時代、武田信玄が侵略した小諸城は、軍師山本勘助に城郭を整備させたと伝わります。武田家が滅亡した後、城をめぐり徳川、上杉、真田、北条が争奪戦を展開。名だたる戦国武将の面々、魅力的な城だったんでしょうね。豊臣秀吉が天下統一を治めると、徳川を関東に移したことで、戦国秀久が小諸城主となり、五万石の大名になりました。その後、小諸城はこの戦国秀久が本格的に城郭の再建を行いました。関ヶ原の戦いの直前、父家康の命で徳川秀忠軍3万8000が真田軍2500の上田城を落とすべく小諸城に入りました。戦国秀久が迎え入れた秀忠はこの二の丸に本陣を構えたのです。しかし秀忠軍は圧倒的な数的優位にもかかわらず、真田の籠城に大苦戦を強いられて10日をかけた挙句、上田城を落とせませんでした。事実上の敗北であり、この戦によって秀忠軍は関ヶ原の戦いに間に合わず大失態を犯してしまいました。この関ヶ原前哨戦、いわゆる第二次上田合戦は、こちらの動画、真田幸村の上田城でも説明していますので、よかったらご覧になってくださいね。概要欄にも載せておきます。戦国秀久という方、実はすごい人なんですよ。織田信長、豊臣秀吉、徳川家康という天が認めた3人に仕えた戦国武将で、家名を存続させることができる大名になれた数少ない人物の一人なんです。見えてきた黒門橋は、この先の本丸に入城する上で避けて通れないただ一つの橋。当時は敵の侵入を防ぐために可動式だったようです。この橋の上から小諸特有の地形に触れることができますよ。橋の下には深さ8メートルほどの堀が広がっていました。その堀は崖に囲まれた丘の間を水流が通る田切地形を生かした希少なものだったんだそうです。なんとなく感じていただけますか？秋には紅葉谷と言われるほど美しい紅葉が見られます。橋を渡ると本丸ゲート、黒門一の御門です。現在は礎石だけしかありませんが、門は小諸城市から東へ5キロほどの正玄院の山門として大切に保存されています。ここで道が左右に分かれますが、右をご覧ください。奥に行けば行くほどなだらかな下り坂になっているの分かりますか？小諸城は日本唯一の穴城、つまり玄関である大手門が最高地になり、本丸が最低地にある状態。その特徴が垣間見れる場所ですね。それでは左から本丸に行きましょう。本丸跡には開古神社が鎮座しています。
明治政府の廃藩置県によって小諸城は払い下げられましたが、それを黙って見ていられなかった元小諸藩士が資金を集め、城内を買い取りました。これぞ侍魂というか、素敵ですよね。そしてこの開古神社を祀ったことが今の開古園の始まりです。境内には山本勘助が常に愛用した鏡石があります。黒光りした石は周囲の木々や空をはっきりと映し出していましたよ。自分と同じように勘助がこの石に顔を映してたと思うと感慨深いですね。神社裏側にあたる本丸西北宮には天守台がせり出しています。6メートルの高さからなる本丸の石垣よりさらに大きな石が一段高く積み上げられている野面石積みを見ることができます。上から見ると結構高いんですよ。柵がないので落ちないように注意してくださいね。秀吉の天下統一後、この天守台には金箔瓦で吹かれた三層の天守閣があったそうなんです。秀吉は東に移した徳川が気になってたんでしょうかね。戦国秀久にここから警護を命じたんだとか。残念ながら天守閣はその後落雷を受けて焼失しました。こちらが本丸奥に位置する馬場側から見た天守台です。下から見る方が野面石積みの美しさを感じ取ることができますよ。こちらは小諸城の最陽部西北端にある水の手展望台。ここは小諸城が天然の要塞と言われる秘密を一番感じることができる場所です。小諸城の背面にあたるここ西側は落差70メートルもの千曲川の断崖にあり、後ろ堅固な城だったことを実感できます。また展望台の反対側北側に見られるように本丸二の丸の南北には深い谷地獄谷が走っています。実はこれが小諸城の特異性を生んでいる田切地形なのです。展望台から真下を覗くと水の手開かず御門跡があります。なんでこんなところに門がと思った人もいるかもしれませんが、落城の際の落ち延びる術です。この門を開けるときは決死の覚悟でしょう。城の入り口に戻ってきました。こちらの彫刻館では小諸城に関わる武器、甲冑、古文書、書画などが展示されていますので、興味のある方はぜひどうぞ。それでは三の門を通り開公園を後にして北国街道方面の城下へと行ってみましょう。1766年再建の三の門は寄せ棟造りの二層多門櫓門。門をくぐったら一度城内方向を振り返ってください。下っているのがわかります？さりげなく感じる穴城の痕跡です。そばには第二次上田合戦の最中、徳川秀忠公が腰を下ろした憩い石があります。
三之門から地下道を抜けると、小諸駅前広場の一角に小諸宿本陣母屋があります。江戸時代参勤交代の大名が泊まった宿舎です。現在は内部非公開です。その先には大手門公園が、今は鉄道によって分断されていますが、昔はここも小諸城内です。江戸時代初期、戦国秀久が創建した大手門は、1階が堅固な門構え、2階が桃山文化漂う書院風造り、品と豪を兼ね備えた素敵な門です。この大手門が城内で一番高い位置になります。これまで歩いてきた地形を振り返ると、西に千曲川の断崖、南北に地獄谷、この東側に大手門ができたのも必然？結果的にここが一番高台だったから穴城になったんでしょうね。大手門からすぐに旧北国街道があります。小諸城に近い方から順に主な建築物を見ていきましょう。小諸宿問屋城。江戸時代後期の建物で他に例を見ない立派な問屋城。山県酒造。江戸中期創業の蔵元から買い取り修行した酒造。脇本陣の宿久米屋。江戸時代大名行列の藩の家老が宿泊。その先には本町エリアの商家の町並みが見られます。酒造、味噌、呉服、骨董、蕎麦屋などタイムスリップした空間が広がり、お店を覗きながら散策するととっても楽しい時間になりますよ。中央の赤丸部分、門らしき立派な建築物が。徳川家康の母、於大の方を祀る光岳寺。現在は廃車されていますが、この山門は小諸城の足柄門だったもの。城下に払い下げになった小諸城の史跡が、ここでも小諸の人々に愛され続けています。素敵な街ですよね。それぞれのスポットの位置と時間の目安はこちらになります。ぜひ参考にしてください。また、小諸への主なアクセスは概要欄をご覧ください。次回は倉敷美観地区です。お見逃しのないようチャンネル登録してお待ちください。最後までご視聴いただきありがとうございました。